今回の動画ではデジタルエフェクターのレイテンシーについて手持ちの機材を片っ端から調べていきます。こんにちは、イサムです。ギター機材を雰囲気じゃなく理解して使うチャンネルです。いきなり本題ですが、デジタルエフェクターを使う上で避けて通れないのがこのレイテンシーです。レイテンシーとは音の遅れのことで、ギターの場合は弦を弾いてから実際に音が出るまでの時間差のことを表します。レイテンシーがあると指先の感覚と聞こえる音に差があるので、弾いていて違和感が出るんですよね。それが弾き心地を損ねることになります。音の速さは1秒間に約340メートルなので、10ミリセカンド音が遅れるのは3.4メートル遠くに離れたのと同じになります。一般的には10ミリセカンド遅れると人は遅れを感じるようになると言います。これが大きくなってくると弾きづらさを感じることになりますね。耳や指を頼りにレイテンシーがあっても合わせて弾くっていうことも可能っちゃ可能です。とはいえ少ない方がいいってのがレイテンシーです。最近のデジタルエフェクターは単体で問題になるほど遅い機種ってそんなにないとは思いますが、それでもレイテンシーを気にした方がいいのはレイテンシーが足し算だからです。デジタルエフェクターを直列につなぐとそれだけ音が遅れます。1台だけなら気にならないような遅延でも複数積み重なると人が感知するレベルまで増えていきます。ワイヤレスを使う場合なんかもそうですね。なので機材のレイテンシーを把握しておくことは重要かなと思ってます。そこでですね、作ってしまいましたレイテンシー測定ツールです。今回も AI の力を借りてほぼ1日でサクッと作っちゃいました。どんなものかというと、オーディオインターフェースから左右同時に一発の音をポコッと出します。それが直結で入力に戻る場合とエフェクターに通して戻る場合でどれだけの時間差が出るかを計測します。これまではですね、これを波形編集ソフトを使って目で見て確認していたわけですが、手間はかかるし目で見る誤差もあるしということで、ツールを使って条件を揃えて測定できるようにしました。具体的にはこんな感じで、上が基準の波形、下が測定波形となっていて、それぞれの波形の立ち上がりの部分の時間差は何ミリ秒か、デジタルのサンプリングで何サンプル離れているのかといったことを複数回測って平均を出すような、そんなツールにしています。これで検証の精度はぐっと上がったと思います。では今回の測定対象のラインナップです。もうね、手持ちのデジタルものをとりあえず片っ端から見てみようということにしました。マルチエフェクターもあればワイヤレスもあればみたいな、そんな感じにしています。測定条件としては基本的に歪みだけ、暗趣味だけといった感じに揃えます。ノイズリダクションは入れません。モデルは5150とかデュアルレクチのようなハイゲインを選びます。で、ニューラルアンプモデラーナムを使えるものは同じフルリグのナムを使って測定します。デジタルのインターフェースを持つ機種であっても全てアナログ接続で測定します。それでは片っ端から見ていきましょう。はい、それでは GT1 測定していこうと思います。 GT1 今プリアンプだけが有効になっていて、プリアンプは5150ドライブが選ばれてます。この状態で測定していきます。はい、こんな感じで、3.188 秒だということがわかります。こんな感じでどんどんやっていきます。はい、じゃあ次は MS50G プラスになります。アンプの種類を変えていきますね。ハイゲイン、ハイゲイン。レクチにしときますか。ね、レクチデュアルドライブにしときましょう。はい、ということで MS50G プラスは 1.938 ですね。早いですね。ズームは早いんですよ。じゃあ違うズームに変えていきます。ここからズーム祭りです。MS60B です。ただちょっとこれ50G のエフェクター入ってます。プリアンプ。なので今 50G に入ってる BG ドライブ。レクチかな、レクチっぽいやついってみます。じゃあ測定いきましょう。
はい、値出ました。1.1 ミリですね。早いですね。1.110。じゃあ次は、また古いのいきますね。古いんですけど、これ24訓6対応なんですよね。なので、24訓6のやつっていうことでいってみましょう。これから設定作っていきます。ポンプオフ、ワウオフ、ノイズリダクションオフ、PV だからこれ PB タイプですね。PB51、50タイプ。イコライザー音どうでもいいや。キャビネットは入ってるけどまあいいや。モジュレーションオフ、ディレイオフ、リバーブオフと。この状態で測定していこうと思います。ここに対して、ここが始まりなのかな。ここ。だとしたら 0.479 だっつってんのね。めちゃめちゃ早いね、これね。立ち上がりに対してこの辺でつってる。0.479。はい、どんどんいきます。次は G2.1NU になりますね。これも、いろいろ切っていきましょう。ブースターは切る。ノイズリダクション切る。ドライブは PB ドライブ一緒ね。イコライザーオフ。モジュレーションオフ。ディレイリバーブオフ。いいかな。はい、これで測定していきます。0.523 ということで、これまためちゃめちゃ早いですね。はい、じゃあどんどんいきます。どんどんいきます。次はスマートボックス。じゃあ、スマートボックスですね。今、IR が内蔵の、PB のやつタイプが入ってて、で、アンプも内蔵の PB タイプが入ってますと。はい、ということで、これ 5.427 ですね。前回もそんぐらいだったと思う。だいたい 5.5 秒ないぐらいなんですよね。じゃあ、この人をもしナムにしてたらどうなんだって、ナムっていうかスナップトーンかな。クローンかな。クローンっていうのかな。で、モデルはいつも使ってるやつを、フルリグのやつを使っていきます。ボリュームはちょっとガンガンに上げときます。小さいんでね。で、あと IR、フルリグなんで IR を切っときますと。はい、これで測定します。はい、ということで、これで 5.358、5.358 です。では次。はい、では GP50 ですが、これアンプ変えましょうね。今、多分ジャズコンになってるんで。51、50系です。はい、じゃあこれで作っていきましょう。5.202。こんな感じですよね。はい、じゃあこれも、スナップトーンに変えてやってみましょう。はい、これで GP50 の NAM コンバーテッド変換済み NAM で測定します。5.125。はいはい。じゃあ続いて、なかなかお気に入りのソランちゃん行ってみましょう。今はこれアンプが、フルリグが選ばれてる状態です。ナムですね。早いよね。1.17 だって。1.18。じゃあアンプを PV61。キャビも PV412 っていうやつにして、ホワイトボックスでの測定をします。3.942。なんとこっちの方が遅いんだ。へー、不思議。3.942 だって、もう一回じゃあちょっとナムやってみていいかな。てか、キャビをオフにしてやってみる？キャビをオフにしてやってみると、1.15。あ、キャビが遅いんだ。だそうですよ。じゃあ続けてリブトラのベルリックスです。じゃあまずはホワイトボックスじゃないんだけど、プリンはこれレゾナーなのかなと IR を、入れた状態で測っています。6.312。ちょっと遅いよね。フルリグを選んで、キャビをオフにしてやってみましょう。5.271。若干早いのか。これもあれかな、もしかして。キャビ入れると遅くなるのかな。試しにやってみましょう。キャビを入れてみると、6.338。やっぱりそうだ。
キャビ入れると遅くなるんですね。はい、ここでまさかの機種の登場です。ポッド XT。古いの持ってきちゃいましたね。はい、ポッド XT も測っていきましょう。よいしょ。2.331。早いね。では続いてパルズいってみましょうか。パルズは、パルスかな。イヤホンアウトを大きくしなくちゃいけないんだな。AD51 ってやつを選んでおきます。アンプとキャビだけ入ってるっていう状態ですね。そしたらこれで測定いきます。4.498。5秒を切ってきた。はい、ということで、フルリグ入れたので今度キャビを消してそれでやってみます。4.44。あんま変わんないね、さっきとね。ナムでもあんまり変わんないんだ。早い。じゃあ次はビームミニです。ビームミニはホワイトボックスで 4.80mm セックですね。で、この後 A2 ネイティブも測ったんですけど、A2 ネイティブが 4.66、ほとんど一緒、そんぐらいの結果でした。イタリアからやってきたソヌラブのストンプステーションプロ行ってみましょう。まずはナム1個だけでやった時の時間ですね。で、それが 1.656mm なので約 1.66mm、 だいぶ早い。さらにここから歪みのナムも追加してナム2つの状態を測ってみます。そうすると 2.57mm、だいぶ早いですよね。それでも若干時間伸びるんですけど、まだまだ 2.57mm。 さらにナム2つに IR を加えてやってみたら 2.27mm。 ちょっとね、さっきと前後しちゃったのはこれ多分普通に誤差だと思うんですけど、そんな感じでナムを1個だろうと2個だろうと IR さらに組み合わせようと 2.5mm ぐらい、どんなに伸びても 2.5mm ぐらいっていう爆速な感じだなってことが分かります。 M-Wave の単体の IR ローダー、 IR ボックスを使ってみます。こちらが 2.015mm、 ほぼほぼ 2mm セックということで、これはもう爆速ですね。はい、動画も長くなってきたのでここからちょっとピッチャーを上げていきます。スイフオーディオのワイヤレス WT09 だったかな、これの速さも測ってみます。そうすると 3.60mm、結構速いですよね。僕が昔から使っている LINE6 の G30 の方のワイヤレスも確認してみます。こちらはですね 5.02、ちょっと遅いんじゃねえのって感じがしますね。はい。でさらには、M-Wave の安物のワイヤレス、こちらはですね 6.85mm、やっぱり値段なりの遅さなんだなっていう気がします。あとはですねドロップですね。これは、いろんな音の高さで測ってみたので、それも後で見てみてください。あとは古いやつでボスの ME8、これも測ってみました。案外ねこれ速いの 0.72。であとは MG30 ですね、ニュー X の MG30、こちらは、ホワイトボックスのアルゴリズムで測った時が 1.87、 速い、めっちゃ速い。であと Gen2 から使えるようになったコンバートされたナムでいくとこれで 1.79 ですね。でこれにプラスして IR を使うと 1.94、そんなに伸びないなっていうことで、やっぱりね MG30 優秀ですよ。すごい速いです。これで全部かなということで、かなりたくさん測定してみました。では結果をまとめていきましょう。いやー、こうしてみるともう壮観ですね。34パターンの測定を実施しました。これもツール化したからサクサクと進めることができました。では全体的に眺めていきましょう。ここで面白いのは Zoom の G2.1U、G2.1NU とかボスの ME8 といった古い世代の機種でレイテンシーが短くなっているところですね。今のような複雑なアンプモデリングを実現していない分、処理が軽くて応答も早かったんじゃないかなって思います。そして最近の機種でも安価なものは割とこの 5mm 前後のところに集まってきているのかなって思います。そのくらいの性能を目標に作っているのかなっていうところがなんとなく透けて見えるかなって思いますね。そしてドロップ、デジテックのドロップはやっぱり 15mm ぐらいかかってました。やはりピッチ系はピッチを判別するための処理に時間がかかっています。最近のソーラーのチャグカポは早いらしいので、それも試してみたいなとは思いますが、ちょっと持っていないのでできません。でワイヤレスについては LINE6 の G30、
これってカタログスペックが確か 2.9mm なんですけど、実測では 5mm ありました。最新のスイフオーディオの WT09 の方が早いですね。ではニューラルアンプモデラーを実行できる機種に絞って見ていきましょう。安価な機種ではその機種向けに NAM の変換を行っています。でそれでだいたい 5ms ぐらいかなっていうところが多い感じですね。で NAM-A2 のネイティブに対応したビームミニ、これが 4.66 でちょっと早めかなっていうところでしたね。でソランのタイニーストンプは安価なのにもかかわらずなんか爆速だったなって思います。何度か測り直したんですけど、それでもこの辺りがどうやら正しいようですね。あと、5年前の機種だけどつい最近 NAM に対応したっていう MG30 ですね。こちらも変換はしていますが 1.79mm、 こちらは爆速ですね。そして最近購入したソヌラブのストンプステーションプロ、こちらはネイティブで NAM を動かせられますが、ネイティブにもかかわらず NAM が1個だと 1.66ms、 NAM が2つでも 2.57ms と爆速でした。もしワイヤレスと組み合わせて使ったり他のエフェクターとの組み合わせを考えるのであれば、足し算でレイテンシーを積み上げなくてはならなくなるので、こういった値を知っておくことは重要かなと思います。まあでもね、ちょっと遅いけど音色が気に入ってるから使うとか、そんな気持ちで使っちゃえばいいと思います。このエフェクターから遅いからダメなんてことはもう現代においては起こりえないかなと思いますので、好きな音色が得られるエフェクターを自由に使えばいいんじゃないかなって思います。それでは今日の動画はここまでです。今回の動画が面白いと思っていただけたらぜひいいねとチャンネル登録、ハイプなどお願いいたします。励みになります。それではまた次の動画またはライブハウスでお会いしましょう。それではね、バイバイ。